2023年製新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー47。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。暑い夏も終わりに近づき、もうすぐ納車から2年になろうとしています。オドメーターは1万5000キロを超えました。納車から1年経過して投稿したナンバー29動画で日頃感じていることを綴っていますが、その時は1万キロでした。今回は納車から2年を迎える時点での日頃無意識のターボ動作や床下の錆の状態をご視聴いただきます。興味のある方はどうぞ最後までご視聴ください。2年使ったターボの使用感。ブーストの動画を撮影するために久しぶりに高速を走ってみます。ターボ自体は自動なのでオンオフのマニュアル制御はできません。昔と違ってタービンも静音になって、その働きは動作表示がなければ体感しかないようです。実際乗車していてもタービン音は私には分かりません。個人の感想です。動作表示もせっかく ECU に信号が来ているのに装備されておらず、もったいない話です。私には体感でターボが働いていることは分かっても、その度合いまでは分かりません。なのでせっかく出ているのでその信号を使って OBD2 コネクターにつなぐブリッツのブースト圧計を取り付けています。要は音が聞こえないので働いているのかいないのかがよくわからんというのが取り付けた理由です。マニュアルにはターボに関する記載がほとんどありません。よく探すとほんの1ページだけに空ぶかしの禁止とエンジンオイルの交換時期の遵守、いわゆるメンテ情報のみの記載です。ほとんどメンテナンスフリーといった感じですね。さて後ほど動画の中盤、途半走行と高速道路走行でのブーストの様子をご視聴いただきます。エンジンルーム内の様子。エンジンルームの中はこのようになっています。1年目の時は部品数が多いので故障も多そうな印象でしたが、さらに約1年経っても故障はありません。エアクリーナーはディーラー任せで9ヶ月ぶりで中を見ます。インタークーラーの吸気口です。サイズ10のボルトを4つ緩めてエアインテークを外します。バッテリー側のボルトが外しにくいですが、なんとかなります。ゴムを変形させてエアインテークを外します。前回より吸い込まれたものは少ないですが、空気取り入れ口にはストレーナーもないので空気以外いろいろ入ってきます。フィンを傷めないように挟まった落ち葉なども取り除きます。この場所のフィンが少し変形しているので後で直します。できるだけ取り除いて終わったらエアインテークを戻して終了です。エアインテークを戻します。エアクリーナー側を先に差し込んでから体勢を整えます。この時エアインテークでフィンをこすらないように気をつけます。最後にボルトを4つ落とさないように取り付けます。この切り欠きが揃うように差し込みました。初心者でもご覧の通りメンテ清掃は十分可能です。途半走行でのブーストの様子。
初期の途半と高速道路走行は動画ナンバー18と19でも投稿していますので、そちらもどうぞご視聴ください。モニターの取り付けを床置きに変えたので、カメラが遠心力でちょっとブレますがご容赦ください。左からブースト圧、冷却水水温、速度の順で表示しています。撮影方法は画面の右端にちょっとだけ見えています。 NA の最高出力は毎分7300回転において 43kW、 58馬力です。対して L ターボは毎分6000回転において 47kW、 64馬力です。数字ではキロワットで4ポイントの差でしかありませんが、それを得るための回転数は7300対6000回転で結構違います。最大トルクとなると NA は毎分4800回転で65ニュートンメートル、L ターボは2600回転で104ニュートンメートルです。数字だけだと何かピンとこないですが、その実力差は試乗すれば簡単に体感できます。例えば荷物を積んだり4人乗車しての加速や追い越し、高速走行などでその違いは顕著です。後ほどの高速走行では低速から100キロまでの加速を主張していただきます。高速道路走行でのブーストの様子。アクセルを踏んで100キロまで加速します。100キロなので今足を離しました。後続車がいないので減速してもう一度。今足を離しました。自分としては当初と全く変わりがないと思いますが、どうでしょう。よほど強い負荷をかけない限り2年目で壊れることはないと思います。 NA とターボで選定を迷っている方は次の項目を選定理由にしてみてはどうでしょう。4人乗車しても NA で OK ですが、出だしや加速は1人の場合より確実に落ちます。人や荷物を多く乗せる機会が多い人や高速道路をよく使う人はそれに当てはまります。その他通勤などで上り坂を走る機会が多い人や長距離を走る機会が多い人が挙げられます。そんな方々がターボに向いていると言えるでしょう。納車2年2冬経過での床下の状況。中央。まず中央の床下です。動画ナンバー14で6ヶ月目の床下の状況を撮影していますので比較してみてください。また時間がない方はショート動画納車後2年経って2冬を越した N ワゴンの床下を撮影してみたをご視聴ください。特に冬場は1ヶ月に最低1回は洗車機に入って床下洗浄を行うようにしてきました。納車2年2冬経過での床下の状況。左側。パッと見1年半前とあまり変化がない印象を受けます。
個人的にはパンチングの周りは錆びやすいと思うのですが、錆びているところは発見できません。燃料配管とタンクが見えます。この辺りもパンチング周りは錆びがありません。エンジンの真下です。納車2年2冬経過での床下の状況。右側。マフラーに沿って撮影しています。マフラーは熱影響を受けるのでそれらしく変化していますが、こちらも前と変わっていないように見えます。それよりも私にとっては床面の錆が気になっていたので、ちょっとホッとした感があります。マフラー周り。ジャッキアップしてマフラー側を横から撮影しています。燃料タンク周り。反対側です。燃料タンクを横から撮影しています。以上、約2年目の状況でした。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。